最近花粉ひどいな。この時期はここ15年洗濯物は乾燥機で乾かしてることシャチパンです。時短家電ってロボット掃除機や食洗機とかいろいろありますが、どれか一つだけ選べって言われたら皆さんは何を選びますか？シャチパンはドラム式洗濯機を選びます。まあ数ある家事の中で洗濯物を干すっていう家事が一番苦手っていうのもあるんですけど、やっぱり洗濯機に入れてボタンを押すだけで気づいたら乾いてるってのを一度体験しちゃうとなかなか元には戻れないですね。今回はそんなドラム式洗濯機について各社の特徴や評判をまとめてきましたので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。それではどうぞ。具体的な話をする前に、ドラム式洗濯機と縦型洗濯機の違いについて簡単に触れておきます。ドラム式の洗い方の基本は、衣類を持ち上げて落とす叩き洗いです。少ない水で洗うので洗剤の濃度が高く、人の皮脂汚れに強いです。一方、縦型は底面にあるパルセーターの回転により攪拌水流を起こし、衣類同士をこすり合わせて汚れを落とします。この洗い方は泥などの固形汚れに強いです。小さなお子様などがいらっしゃる場合は泥だらけになったりすることもあるので、縦型の方が洗浄力を感じることが多いでしょう。またドラム式は縦型よりも水をあまり使わないことから節水性が高く、縦型のように衣類をこすり合わせないことから衣類の傷みにも強いです。ただし少ない水で洗うことから色移りは縦型よりはしやすく、つけ置き洗いもしづらいです。乾燥に関しては構造上衣類を浮かせた状態で温風が当てられることから縦型よりもはるかに乾きます。ドラム式はこの乾燥こそが最大の特徴です。共働きのご家庭や忙しくてなかなか自分の時間を捻出できないって方は、洗濯から乾燥までワンボタンでできるのでおすすめできます。逆に言うと、天日干しした衣類の仕上がりが好きな方や乾燥に魅力を感じない方にはおすすめできないです。なお、よくドラム式はタオルがゴワゴワになるという意見がありますが、これは叩き洗いと脱水によってパイルが寝てしまい、その状態で干して乾かしているからです。脱水したら取り出すのではなく、温風乾燥まですることでふわふわ状態に仕上がることが多いです。それから価格は圧倒的にドラム式の方が高く、サイズも大きいことから設置性もよくありません。大きくて搬入することができなかったり、設置できたとしてもドアを開けられなかったり、脱衣所が想像以上に狭くなってしまったという声を本当によく聞きます。ご購入の際には事前にきちんと測っておきましょう。洗濯物の取り出しやすさは、ドラム式は中腰の姿勢、縦型も奥の洗濯物に対して腰を曲げて取り出します。個人の身長による部分もありますので、人それぞれでしょう。以上のような違いがありますが、事前に今買うとしたらドラム式、縦型どちらを買いますかという内容でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、ドラム式が6割と優勢でした。昨年のデータでは人気は拮抗していましたので、ドラム式が欲しいという方が増えたということになります。なお、現在使っている洗濯機はというアンケートでは、逆に縦型洗濯機を使っている方が多かったです。買い替えでドラム式を検討したい方が多いということでしょう。1000を超える回答をいただきまして、皆さんいつも貴重なデータをありがとうございます。話を戻して今回ご紹介しますのは、このドラム式洗濯機になります。ちなみに1日あたりの洗濯量はご覧のような式で表され、家族の人数に対する容量目安はこのようになりますが、ドラム式洗濯機の場合、乾燥を目的に購入される方がほとんどで、乾燥容量が大きいもので探す方が多いです。それでは前置きが長くなってしまいましたが、今回は各社のドラム式洗濯機について比較していきます。
それでは早速大手4社、日立、パナソニック、東芝、シャープの比較をしていきましょう。なお、事前に現時点でドラム式洗濯機を購入するとしたらどこのメーカーのものを買いますかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、昨年のデータから人気の順位変動はなく、パナソニックが圧倒的な人気を誇り、次いで日立でした。日立は昨年から少し人気が高まりましたが、この業界でパナソニックを止めるメーカーは現れないのでしょうか。さて、話を戻して各社の上位モデルを基準に特徴を見ていきます。まずは最大容量と外形です。外形は排水・給水ホースを含んだ状態で比較します。各社の傾向を見ていきましょう。日立の容量は洗濯 12kg、乾燥 6kg となります。本モデルからフルモデルチェンジがなされ、外形や見た目が大きく変わりました。外形はそれまで横長で奥行きが浅いという特徴がありましたが、良くも悪くも見た目含め各社と似たバランス形状となりました。操作パネルも長らくボタン式でしたが、今風なタッチパネル式と変わりました。最大の特徴は乾燥フィルターをなくしたことで、後に詳しく触れますが、乾燥時に出るホコリや糸くずを本体下部の糸くずフィルター1箇所に集約しました。これにより乾燥のたびにしていたお手入れが不要となります。なお、今回フルモデルチェンジしたことで乾燥容量が 1kg 減りました。旧形状の乾燥容量 7kg モデルも併売されていますが、こちらは乾燥フィルターレスには非対応となります。パナソニックの最大容量も洗濯 12kg、乾燥 6kg です。昨年から外形や形状は変化なく、幅、奥行き、高さとバランスの取れた大きさです。操作パネルもタッチパネル式で、ボタンの数も少なくシンプルです。続いて東芝の容量は洗濯 12kg、乾燥 7kg で業界最大容量です。昨年フルモデルチェンジしたてということもあり、本モデルは外形や形状に変化はなく、幅、奥行き、高さは日立、パナソニックとほぼ同じです。操作パネルは東芝のタッチパネルで操作しやすいと好評でした。次にシャープの容量は洗濯 11kg、乾燥 6kg で他社と比較すると少し見劣りします。外形は昨年とほぼ変わらず、幅、奥行きは他社相当ですが高さがあります。またドアが他社より大きく、開くとそれなりにスペースを圧迫します。購入前に十分なスペースがあるか確認する必要があるでしょう。操作パネルはボタンが光るタッチパネル式です。本体デザインもハーフミラーガラスで、他社のいかにも洗濯機というデザインに対し差別化ができています。なお、各社に共通する注意点として、洗濯投入口や乾燥フィルターが本体上部についていることが多いので、蓋を開けるとそれなりに高さがあります。もし今ランドリーラックなどで上のスペースを収納に使用している場合、蓋が当たらないか蛇口の位置も注意しておくと良いでしょう。ちなみにシャチパンはあまり何も考えず収納ラックを設置したところ、このように蓋が当たりまくります。こうならないように皆さん注意してくださいね。ちなみに東芝は蓋が2つ折りできる作りになっています。次に静音性です。静音性はデシベルという単位で表され、この表では洗濯時、脱水時、乾燥時のスペック値を記載しています。昨年のスペック値から変更はなく、各社乾燥時の音が最も大きいです。30から50デシベルの幅がありますが、一般的には50デシベル前後は少しうるさいなと感じるラインです。静音性に関しては、ドアを挟めばどの機種も気にならないという声が多くありました。スペック値で言うとシャープが最も優れています。
実際静かだという声も多く上がっていましたが、音に敏感な方も購入されているせいか、期待したほどではないという意見もあり、評価は両極端な印象でした。一方、洗濯時は各社そう大きく変わりませんが、脱水時はパナソニックが少し大きめです。これはパナソニックの駆動方式がベルト式であることも起因していると思われます。ドラム式洗濯機の駆動方式は主にベルト式とダイレクトドライブ方式があります。ベルト式はモーターの回転をベルトを介して層に伝えます。一方、ダイレクトドライブ方式はモーターと層が直結構造です。モーターの動力伝達はダイレクトドライブ方式の方がロスが少なく優れています。ベルトは使っていると経年劣化し緩み、振動音の要因になりますので、何年か使って騒音を感じた際はベルトの交換をしてみても良いでしょう。ちなみにダイレクトドライブ方式を世界で初めて洗濯機に採用したのは東芝になりますが、今回ご紹介するドラム式洗濯機では日立、シャープもこの方式を採用しています。次に洗浄機能です。 AI が洗濯物の状況を把握して最適な洗い方をする日立。泡を作り繊維の奥まで浸透させて汚れを落とすパナソニック、東芝。細かい水を勢いよく高圧噴射して洗うシャープ。各社洗浄力に関して満足されている方が多く、大きな差はないでしょう。むしろ差があるのは本当に頑固な汚れや衣類の黄ばみを落とすための温水洗浄です。この中ではパナソニック、東芝、そして今年のモデルから日立が60度までの温水つけ置き洗浄に対応し高性能です。一方シャープは35度までとなりますので他社より見劣りします。温水洗浄を使い方は参考にしてみてください。次に乾燥方式です。乾燥方式にはいくつか種類があります。電気ストーブのようなヒーターの熱で乾かすヒーター式、エアコンのように熱交換して乾かすヒートポンプ式、ヒートポンプ式にサポート的なヒーターを加えたハイブリッド式です。簡単に特徴を解説します。電気代は熱効率の良いヒートポンプ式の方がヒーター式より安く済みます。エアコンの方が電気ストーブより電気代が安く済むのと同じです。仕上がりは低温乾燥であるヒートポンプは衣類のシワがよりやすく、またタオルなどのふんわり感が出にくいです。ヒーターの方が高温にでき仕上がりは良いです。なおハイブリッド式のサポートヒーターはタオルなどのふんわり感などの仕上がりに使います。除菌もヒーター式は高温にできるので菌が繁殖しづらく、匂いにも強いです。一方衣類へのダメージはその逆で、高温にしないヒートポンプ式に分があります。寿命はヒーター式の方が長く、単純構造なため壊れにくいです。日立の採用している乾燥方式はヒーター式です。時速約300キロの高速風を吹きかけることによりシワを伸ばし、洗濯物の容量によってはアイロンをかけずにそのまま着られる仕上がりですし、たくさん洗ってもシワが少なめです。衣類の仕上がりに関しては日立が最も好評だったように感じました。またヒーター式には水冷除湿と空冷除湿という設定があります。乾燥に使用した温風はどんどん湿気を帯びていきます。ジメジメした温風で衣類を乾かしてもなかなか乾きませんので、この温風をどうにかする必要があります。水冷除湿はこの温風を文字通り水で冷やし、除湿した水を排水管に捨てる方式です。乾燥時にも水を使うので水道代がかかります。空冷除湿はこの温風をそのまま排水管に捨てる方式です。日立は従来この2つの方式を選択することができましたが、
本モデルより水冷除湿一択となりました。これは排水管に温風を捨てる空冷除湿は排水口の構造などにより下水臭の問題が起こるケースが一部であったからかと思われます。その他のメーカーではパナソニック、東芝がヒートポンプ式、シャープはハイブリッド式となります。ドラム式洗濯機で最も電気代がかかるのは乾燥運転なので、なるべく抑えたいという方はこれらを選んだ方が良いでしょうか。次に光熱費です。洗濯だけした場合と洗濯から乾燥までした場合の1回あたりの光熱費を値上げ後の水準で比較していきます。洗濯のみの光熱費はどのメーカーも20円台でほぼ水代です。乾燥まで含めるとメーカーによってかなり差があり、シャープが最も経済的で、次いでパナソニックでした。同じヒートポンプ式でも東芝の水準はあまり良くなく、ヒーター式の日立は縦型乾燥機の乾燥に近い水準です。毎日乾燥運転をするならば年間1万円以上は変わってくるでしょうか。続いて乾燥時間です。各社の洗濯から乾燥までのスペック値を記しています。今年日立も構造の改良により東芝、パナソニックと同じく100分を切る乾燥時間となっています。シャープは昨年同様長い傾向です。ただしこの時間は日本産業規格というもので定められている試験条件にのっとったスペック値であり、実際の洗濯時間とは異なります。試験では模擬洗濯物であるシーツ、シャツ、そして重さ調節用のタオル、ハンカチが用いられます。メーカーが好き勝手宣伝していることはなさそうですが、スペック通りの時間で乾燥できないという声が多く寄せられていました。洗濯物は厚手のものもありますので、目安程度に捉えるのが良いでしょう。なお取説には標準コースでパナソニックは1時間半から3時間、東芝は90から280分、シャープは80分から270分とかなり幅を持った時間で記載されています。続いて自動洗浄です。洗浄力、乾燥力と頭打ちになってきた現状で、各社が今おそらく一番力を入れている分野です。各社ドラム層の自動洗浄は前からついていますが、それ以外のところで差があります。乾燥経路である乾燥ダクトは日立、東芝、シャープが、熱交換器はパナソニック、東芝が対応します。乾燥経路の詰まりは乾燥効率低下だけではなく故障の原因にもなりますので、あった方が良いでしょう。また日立、パナソニックはドアパッキンの自動洗浄もします。使っていると分かりますが、ここにもそれなりにホコリがたまります。それから乾燥運転後は毎回お手入れが必要な乾燥フィルターはブレードがホコリを横に集めてくれるシャープ、そもそもフィルターをなくして糸くずフィルターと集約した日立に工夫が見られます。ご自身のニーズに合ったものを選択されると良いでしょう。シャチパンも昔の洗濯機ではここまで分解して乾燥ダクトを掃除していました。分解のたびにネジをなくしていましたが、シャチパンもよく友人から頭のネジが 2,3 本飛んでるって言われますね。次に価格です。各社の最上位モデルの現参考価格も合わせて載せています。お店や販売時期、モデルによっても変わりますが、東芝とシャープが最も安く、次いで日立、そしてパナソニックはかなり高いです。口コミでもとにかく高いという意見が多くありました。なお買い時のモデルチェンジ時期は各社少しズレがありますが、だいたい8から10月頃です。在庫があれば型落ちモデルの買い時は7から9月頃となります。続いて口コミです。各社洗剤の自動投入は面倒な計量の手間も減らせ、入れすぎを防止できると好評でした。
入れすぎはカビ繁殖の原因にもなりうるので、経済的という以外にも効果があります。日立は最大の特徴である乾燥時の衣類のシワが少なく、仕上がりが好評でした。悪かった意見としては、高速な風を用いる仕様のためか、ドアへのホコリの付着が他社より多い、光熱費も他社より高いという声が寄せられていました。それから今回、メンテが糸くずフィルターに集約し、1ヶ月清掃不要という謳い文句でしたが、1ヶ月待たずしてゴミがたまるようです。濡れた糸くずやホコリがたまるので、しっかり取ろうとすると掃除しにくいという声もありました。続いてパナソニックです。製品のバランスが良いと好評でした。全体的に酷評が少なく、好意的な意見が多いと感じました。それから他社にはある乾燥ダクトの自動洗浄はありませんが、パナソニックは他社と比較して乾燥経路が短いです。熱交換器も洗濯機上部に配置されており、ネジを2本外せば熱交換器が見えますし、この猫じゃらしのような専用掃除ブラシで乾燥経路を自分で掃除することができます。悪かった意見は何といっても価格が高すぎるという意見が多くありました。それから静音性のところでも触れましたが、ベルト式ということで耐久性を心配する声が上がっていました。乾燥経路は短いですが、他社にはある乾燥ダクトの自動洗浄を望む声がありました。次に東芝です。コスパが好評でした。それからパナソニック同様、製品バランスが良く、パナソニックは高すぎて手が出ないと感じた人の第2の選択肢として人気なようです。一方、悪かった意見としては、乾燥音が少しうるさいという声が、それから初期不良が他社より多く感じました。なお、初期不良の場合の交換はスムーズなようです。続いてシャープです。東芝同様、コスパが好評でした。それから静音性がおおむね好評でした。ただ、音に敏感な方も購入されているせいか、期待したほどではないという意見もありました。また、サポートヒーターによりタオルの仕上がりが良いという声がありました。悪かった意見としては、温水洗浄が他社と比較して少し見劣りするという意見がありました。それから室外に廃棄しない無排気乾燥ということですが、排気ホースからの排気があるという意見が少数ながらありました。因果関係があるかは分かりませんが、取説を見るとシャープの洗濯機の設置には排水ホースでも排水トラップを作る必要があると記載があります。本来ならば排水ホースに排気がなければこのようにする必要はないように思えますが、下水臭の逆流は家の気密性などからも起こり得ますので、そう単純な話ではありません。もしシャープの洗濯機で下水臭に悩まれている方がいらっしゃれば、一度ここを確認してみても良いかもしれません。他にはパナソニックなどにはついている洗濯後の自動洗濯槽乾燥機能が欲しい、ドアが大きくて洗濯かごを前に置けないといった声がありました。最後に満足度です。これは現モデルから1つ前のモデルを対象とした5点満点の満足度平均点数です。過去集計した結果からもどう推移したか見てみましょう。横軸が時間軸、縦軸が満足度点数です。昨年の点数が高すぎた感がありましたので、今年は全体的に少し点数が落ち着いたでしょうか。昨年同様、パナソニック、シャープの満足度が高いです。特にパナソニックは他社と比較して価格が高いのにもかかわらず、これだけの満足度が得られているとは驚きです。一方、東芝は初期不良で少し点数に影響してしまった印象でした。それから日立は集約した糸くずフィルターのお手入れの仕方や掃除頻度にやや課題があるようで、決して良いとは言えない点数となってしまいました。参考にしてみてください。さて、
まだご紹介できていない項目はあるのですが、各社の特徴をざっと比較してみました。価格とも相談ですが、とにかく乾燥の仕上がり重視であれば日立、コスパが良く静音性と光熱費を重視したい方はシャープ、性能バランスが良く人気の洗濯機をお探しであればパナソニック、パナソニックよりは価格が安く同じくバランスの良いモデルをお探しであれば東芝が候補でしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえつつ、量販店などで最終確認をしてみてください。それから本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。さて、今回の動画はこれで終わりです。いやー、ドラム式洗濯機の乾燥は本当に楽ですね。ヒートポンプ式でも洗濯量が少なめならそこまでシワにならないのでおすすめです。仕上がりもクリーニングした後のワイシャツみたいに。衣装さん、衣装さん、これクリーニング出しました？出した？なんか落書きされて帰ってきてる。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。